皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、パンチルトの2軸の回転が可能な電動雲台を作ります。メカ部分は 3D キャドフュージョン 360T で設計し、3D プリンタで形にします。RV のなのでステッピングモーターを制御して、ジョイスティックで操作できます。PC モニターにウェブカメラをつけて、少し離れたウェブカメラを手元でコントロールすることもできるので、コロナ禍でリモート会議も多い昨今、ウェブカメラのアングル調整に利用できそうです。あるいは、プログラムで指定の角度指定の速度でゆっくり回転させることもできるので、デジカメや GoPro を乗せて、タイムラプス撮影にも利用できそうです。今回はパート1メカ編として、フュージョン 360T による設計とメカの組み立てについてお送りします。制御回路については、次回パート2回路編で扱う予定です。では、メカ編を始めましょう。枠組みは 3D キャドオートデスクフュージョン 360T で設計しました。設計時点でフュージョン 360T の勉強を始めて20日ほどでした。比較的重いカメラも載せられるよう、ブランコ型の台座としました。スマホも載せられるよう、幅を取ってあります。台座の後ろの出っ張りは、重心が前よりのカメラに備えてでしたが、自分のカメラでは不要でした。最終的には出っ張りをなくして、真上まで回転できるようにしました。断面です。水色の塊がステッピングモーターです。ここにはシャフトカプラーが入ります。シャフトカプラーやフランジカップリング、ステッピングモーターなど、部品は Amazon や秋月電子などの通販で入手できるものだけです。3D プリンタで作るパーツは上から A、B、C と呼ぶことにします。フュージョン 360T の履歴機能を使って、設計過程を後追いで見ていきます。カメラネジでスマホを固定するホルダーです。PC のモニタや液晶テレビには必ず背面に4つのネジ穴があります。10センチ間隔の正方形で M4 のネジ穴です。そこに固定するための部品です。
3D プリンタで出力します。畳の上なのが純和風です。この後が大変。サポート材が外れにくい構造に設計してしまいました。超音波カッターで切り込みを入れます。切り込みを入れるだけなので、ホットナイフでも十分です。ホットナイフなら値段は30分の1以下です。普段、マウスより重いものは持たないので、手に豆ができてしまいました。部品は揃ったので、組み立てていきます。フランジカップリング。ステッピングモーターの 5mm のシャフト用です。安価で原則ギア内蔵のステッピングモーター。12V 動作です。右側はモーターの軸で支え、左はボルトを乗せておくだけで支えます。ナット同士を締めてその場に固定します。ウェブカメラを載せてみます。カメラネジも自作です。カメラネジは1/4インチのボルトです。手持ちのウェブカメラがこの形だったので、ネジ穴を後ろに伸ばしたのでした。スマホホルダー。
し入れのため、片側が適度にたわむようにしました。よくある市販のスマホホルダー。スマホの側面中央は大抵電源ボタンがあるので、中央にはつけられません。なので、ボタンを避けて端につけざるを得ません。そのためのネジ穴を設けました。コンパクトデジカメ。重心のチェック。この時点では、使用した小型のステッピングモーターはとても非力だと思っていたので、重心を回転軸に合わせられるかが重要だと思っていました。しかし実際は、ギア付きのモーターはかなり強力でした。ギアが重いおかげで、非通電時でも重さで戻されることはありませんでした。パーツ B にターンテーブルを取り付けます。こうした部品は家具用に販売されているようですが、その中で一番小さくて安いものを選びました。OK と思いましたが、フランジを先につけておかなければいけないことを忘れていました。フュージョン360で設計する際、当然ですがネジが締められるかに留意して設計しました。ドライバーを通す穴を開けたり、カップリングの芋ネジを締めるための穴を開けたりしています。フランジカップリングを取り付けます。芋ネジが180度対向してついているので、横から締めれるようにつけます。芋ネジ用の穴です。ターンテーブルをつけます。くぼみを作ったのは、ネジやフランジカップリングが突き出さざるを得ないからです。パーツ B にステッピングモーターを取り付けます。シャフトにフランジカップリングを固定します。原則ギア内蔵なので、手では回せないぐらい重いです。シャフトには切り欠きがあるので、芋ネジをそこに合わせました。
わかっていましたが、出っ張りが邪魔であまり上には向けません。なので、この出っ張りは後でやめにしています。一番下のパーツ C は三脚固定部です。カメラネジ用のナットを圧入します。ボルトを締め込みます。十分締めたらボルトを外して出来上がり。ステッピングモーターを取り付けます。ネジ締め用の穴を開けておきました。短いネジがなかったので突き出していますが、ここでは問題ありません。続いて、シャフトカプラーをつけます。上部の重さはターンテーブルが支え、モーターでそれを回転させますが、中心軸はどうしてもずれるので、シャフトカプラーで中継します。ターンテーブルにも多少遊びがあるので、直結でも良かったかもしれませんが、モーターのシャフトの長さが10ミリしかないので、いずれにせよ延長が必要でした。買っておいた 5mm×40mm の棚ダボでは短かったので、M550mm のネジで代用しました。フランジカップリングの芋ネジを締め、シャフトカプラーの芋ネジも締めます。これらは緩みやすいですが、分解しなくても締め直せます。パーツ C 側もターンテーブルを固定します。完成しました。テストしてみます。卓上なので三脚ではなく自作台座につけました。駆動回路は次回動画で説明します。RV のナノと A4988-2つ555ジョイスティックでできています。ジョイスティックでパンチルトを同時に1倍速から16分の1倍速まで5段階で動かせます。
重いカメラはさすがに重心を気にしないといけませんが、後ろの出っ張りは必要ありませんでした。軽々動かせました。全体がグラグラしているのは、台座の円盤が軟弱なせいです。出っ張りなしに交換します。台座なしでも自立しました。OK。真上まで回転できるようになりました。下側はレンズが使えるので限度があります。16分の1倍速。ステッピングモーターを16分の1マイクロステップで動かしています。パンチルと同時にグリ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 。PC モニタの背面の4つのネジ穴に取り付けます。ネジ穴は M4 の10センチ間隔で多分統一規格です。ダイソーの取り付け金具がちょうど2.5センチ間隔で穴が開いているので利用できます。私自身は、ウェブカメラは動画撮影用でリモート会議はしないのですが、デモンストレーションとして取り付けてみました。以上、3D プリンタでパンチルと電動雲台を作るパート1メカ編でした。いかがだったでしょうか。